子持ちの人妻に恋をしてしまいました。どうもトータです。いきなり、タイトル詐欺、サムネ詐欺になるんですけど、子持ち人妻を好きになったっていうのは嘘ですね。子持ちの人を好きになったっていう話ですね。未だにね、休憩しながらっていうか休みながらなんですけど、マッチングアプリは続けていて、続けていた中でちょっと気になる人ができて、その人が子供がいるんですよね。子供いるいない関係なしにその人のことが今気になってて、それについて今回は話していこうかなと思います。ちなみに今日はね、お酒ではなくコーヒーを飲んでます。ちょっとお酒の量は減らし中です。お相手なんですけど、僕の1個上でお子さんが保育園かなに通ってて、そんなに大きくはないですね。小さくもないんですけど、正直、子供の存在ってネックじゃないですか。ネックはネックじゃないですか。もしその人と結婚するってなったら、自動的に子供もいるっていう風になると、生活のリズムっていうかライフスタイルがガラッと変わってしまう。子供がいない人だと、計画的に子供を授かって、一緒に育てていくっていうか、妊娠から出産からそういう順序だと思うんですけど、子供がいる人と結婚ってなると、もういきなりお子さんがいるっていう状態なので、ガラッと変わっちゃいますよね。もう、保育園なのか、小学生になるのかわかんないんですけど、当然ね、行事とかっていうのもありますし、そういうのにいきなり参加しなければならないだとか、いろんな弊害とは言わないんですけど、急に変わる生活スタイルに対する不安といいますか、そういうのはもちろん結ばれたらの話なんですけど、その人とはね1回だけ会ってて、次2回目会う約束をしてて、日にちも決まってるんですけど、正直順調にいけばお付き合いしたいなとは思っていて、いいなって思ってる人なんですけど、その人と結婚ってなるとやっぱ子供がいるのでどうしたもんかっていう感じなんですよね。この動画見てくださってる方で、相手が再婚、子供がいる人と結婚した人で、自分に子供がいて、再婚をした人がもしいたら意見を聞きたいですね。どういう覚悟を持って結婚に踏み切ったのかとか、ちらっと僕 YouTube でも見たことはあるんですけど、やっぱ結構覚悟いりますよね。その大人同士はよくっても子供が嫌だって言ったら、絶対に結婚できないじゃないですか。やっぱり子供の意思っていうのもね、尊重しないといけないんで、そうなると難しいのかなと思ったりしてて、どうすればいいんですかね。個人的にはねお付き合いしたいなと思ってるんですけど、お子さんもそんなに大きくないんで、僕アプリやってて、だいたい条件をつけて検索とかするじゃないですか。子供の有無のとこ何もやってなかったんですよね。あるじゃないですか、子供の有無、子供がいますみたいなでマッチするじゃないですか。マッチした後に気づいたんですよ、子供がいるってことに。会話してるとそういう話になってくるじゃないですか。あれ、この人もしかして子供いるみたいな風になって、よく見たら子供ありになってて、なって感じなんですよね。っていうか、もうその気づいた時には気になってたんですよね。そのメッセージのやり取りをしていく中で、いいなみたいな、会ってみたいなみたいな、そんな感じで、もう気づいた時には遅いっていう感じだったんで、とりあえず会ってみるかと思って会ってみたら結構いい人で、その離婚の理由とかも聞いて、不運だったなとしか言いようがないんですけど、その辺詳しいことはちょっと言わないでおくんですけど、正直ね、離婚歴ある人に関しては僕警戒してるんですよね。前の彼女も実は離婚歴がある人で、離婚する人ってやっぱどっかに、相手が悪いにしろね、どっかになんか引っかかる部分があるなと思ってるんですよ。だからね、そんなに仲良くない状態にもかかわらず、根掘り葉掘り聞いたんですけど、でもね、そんなに嫌な顔せず向こうもいろんなことを教えてくれて、多分誠実にいかないとダメなんだろうなっていうふうに向こうも思ってるみたいで、いろんなことしっかり教えてくれたんで、そういうところを見てもいい人なんじゃないかなと思うんですよね、僕は。その辺を隠す人って本当に多いんですよ。前の彼女もそうでした。付き合いが長くなるにつれて最初と言ってること違うぞみたいな、その気になってる人っていうのはそういうの全くなのかわかんないんですけど、ほぼほぼなく、上から目線ですけど信用に足る人物なのではないかと思ってるわけです。信用信頼っていうのはすごくやっ
っぱ大事じゃないですか。人間関係、パートナーにしろね、仕事関係の人にしろ、騙されてなければ今気になってる人っていうのはすごくいい人だと思うので、結ばれたいなと思ってるわけですよ。そんな感じで今気になってる人の話なんですけど、いやそろそろね落ち着きたいですよね。正直マッチングアプリ疲れるんですよね。マッチングアプリっていうか新しい人と会うのって、なかなか疲れるんですよね。そろそろちゃんと彼女になってくれる人いないかなっていう感じで、うまくいけばいいなと思っています。うまくいくようにお祈りしてくださいそれは違うか。そんな感じでそういう話でした。この人との動向といいますか今後についても伝えていければなと思いますし、気長に待っていただければと思いますので、追ってみてください。この情報を、追ってみてくださいっていうか僕の動画をチェックしてみてください。おそらくねこれに関しての動画が上がるんじゃないかなと思いますので、変わった人っていうか珍しい人を好きになったっていう話でしたね。こんな感じでいいのではないでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。